トーンを削ったりとかするブラシを使ってぼんやり影をつけたいなっていうところ、こういう風に仕上がりがなるんで、粒がちょっと削れてます。でここからですね、最初も言ってたような髪の毛を抜くペンもね、これだ微細ヒラフルだ。こうやって削っていく。今ここ表示見てもらったら透明なんですけど、透明で削っていってるって感じですね。白のレイヤーで描いていってもいいんだけど、その分1枚レイヤーまた増えちゃうんでそれめんどくさいんでさすが川上さん。これで髪の毛はこれで OK です。俺はいいですね。それで白いレイヤーは作らなくて済む。そうですね。でこの今ずらしって書いてあるやつね。はい。このずらし、アナログのトーンの時からこういう貼り方をするんだけど、これね、今影のトーン基本的に俺はこれで貼るんですよ。これずらしって何がずれてるかっていうと、このロットが今61番、これね60ラインの 10%、この目のラインにこう貼ってあるんですけど、これと色的にはこれも同じなんですよ。60ラインの 10% なんで。だけど目がずれてるんですよね。これのトーンから移動でやればよくわかると思いますけど。じゃあそれ同じ濃さだけど、ずらしで2倍濃い。そうここだけほら引いてもここだけちょっと影がついたような色になるじゃないですか。素晴らしい。これは俺が素晴らしいというよりは昔からの漫画のテクニックというか、そういう習わし的な。素晴らしい。いやでも例えばクリップスタジオに結構説明書はよく書いてるし、その説明書だけ読んで結構多分漫画描けるようになってる人はいるんだけど、こういうのは載ってない気がする。なるほど。なんかその昔からアナログでこういう技術あったから持ってきてデジタルでもできてるんだけど、多分マニュアル的にその濃い色をつけたければ濃いトーンを選んでつければいい。だからカラーでいうところのグレーで、上段でグレー塗るみたいな感じですね。全部に同じパーセンテージで同じ濃さの影がついていくっていう。物理的に漫画のトーンはどういう風に印刷か分かってればこういう技術は使える。一つの質問なんだけど、その結構クリップスタジオデータを書き出すところでちょっと複雑になる。その解像度DPI っていうやつ、なんかあれ合ってなければなんかトーンが結構おかしくなりますよね。その要は縮小率とかにもよりますよね。確かに 100% じゃなかったら、結局書き出す JPEG はなんかこういうスクリーントーンだじゃなかったんじゃない？確かになんかモアレみたいになっちゃいますよね。そう、あれ複雑だな。なんかあれもなんかそのやりようあったはずなんですよ。確かね。でこのトーンカラーレイヤー、トーンレイヤーを、結合してラスタライズしちゃいますと。そしたらもうこれはトーンじゃなくてただの線画になるんですよね。点をペンで描いたのと同じ今なるほどレイヤーになりました。ラスタライズしたんで、これをちょっとぼかすんですよ。それこそさっきのあれじゃないけど、数値はちょっと忘れましたけど、13ぐらいでいいか。13ぐらいぼかすとだいぶぼかしたな。これぼかしすぎだ。フィルターぼかし、6とかでいいか。ぼけましたね。ちょっとぼかすと、思われません。これを縮小して書き出しても、もう拡大して書き出しても思われません。素晴らしい。これはちょっとした裏技みたいな感じなんじゃないですかね。縮小していろんなおかしいパターンになっちゃうんだけど、こうやってぼかしてネットに向いているグレースケールみたいな。グレースケール、画面ならそっちの方が向いてるんだね。そうだね。いうふうにだからツイッターとかその
にね上げる画像とかだったらやっぱりあんまり大きくても結局スマホで読むときちっちゃくなったりとか結局なんか縮小されちゃって多分も割れになってるんだよね。そうであれがね綺麗にも割れりゃいいんだけどなんか変な感じにやっぱ線が入っちゃったりとかするしそうものによっては変なパターンになる。そうあれが気持ち悪いんでまあそういう時は、小さくして読んでもらうみたいな時は、まあ、ちょっとぼかしかけるとまあだから解像度を荒くするっていう感じですよね。ほらスマホで読む漫画も、結局まあジャンププラスとか例えばねそのスマホで読める漫画も、あれ漫画家さん結局この B4 の大きさで描いてると思うんですよ。はい。バスサイズは。けどそれを縮小してなんでも割れたりとかしないかっていうと多分解像度が、下がってる解像度下げてあそこに乗っけてるんだと思うんでだからめちゃめちゃスマホこうやってピンチしてさズームアップすると、そこまでこんな、その B4 サイズで描いたような綺麗さでは絶対ないと思います。だよね。まあちょっとこう解像度を荒くしてやるといいのかもしれない。そっか、じゃあ漫画業界もなんか HD 漫画時代が来るのかな。例えばこの小さい、まあ、スマホの画面で、まあ iPad でもいいか16インチ16なのか12インチぐらいのサイズの画面で 4K だったとしても絶対に B4 サイズの方が大きいんでだよねそうだからどんだけ技術がこう媒体の方の技術クオリティが上がったとしても漫画はある程度対応はずっとし続けられると 8K とか言ったらちょっとだけど8K で漫画読む意味もないしねもはやB4 の紙で、普通になんかセブンで買えるジャンプの雑誌、あれは 100% 同じサイズで読んでる感じですか？縮小です縮小ある程度何%かは分かんないけどだから多分昔から昔ってさ、印刷技術ってやっぱり今に比べると良くなかったじゃない。だから大きく書いて小さくするっていうのがそれを補ってたんだと思うんだよね。それが多分漫画の文化みたいな。そうか。でも確かにその漫画展示会とか行くときなんか、アナログのページはでかいなと思って、いつもなんか、こんなに大きく書いてる。そうそんなに大きくもう今や書く必要もないんだろうけど、まあでも B4 に書くっていうのがね習わしだから書いてるだけで、今は全然多分印刷技術も昔に比べて全然上がってるんで、この辺は対応できるんでしょうけど、まあ、別にだから、もっと本当は A4 サイズの原稿用紙とかがあればそれに書いても十分こう耐えうるんですけどなるほど、まあ昔の名残ですよね多分。で今はブラシ、影つけてます。なんかデコレーショントーンそうですねサブツールデコレーションのまあこれはねちょっとさすがに俺はよそから持ってきた素材なんですけど、ブラシ要はトーンを削ったりとかするブラシを使って影をぼんやり影をつけたいなっていうところ、ブラシでこうやって入れてますね。でも最終的にこれはトーンになるからそのブラシの質感じゃなくて、まあ、ブラシ質感が出るトーンレイヤーになる。そうですね。トーンも結局ブラシで削ったりするけど、まあ、わかりにくいんだとちょっとコールでつけときましょうか。こういう風に仕上がりがなるんで。アップで見たら、その具体的になんかトーンはどうなってる感じですかね。粒がちょっとずつ削れてます。いいですね。これはアナログの時のトーンもそういう風につけていくんで。アナログだったらこういうトーンの削り方は何の道具を使ってやるんですか？普通に文房具屋に売ってるカッターナイフです。カッターナイフの先っちょでシャッ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 ってちょっとずつ削っていくっていうもうアニもアナログっていうやり方でやってましたね。時間がかかりそう。かかりますし、あれはね一朝一夕ではできないんですよ。今日漫画初めて描きますっていう人が、削りをうまくはできない。
そっか。やっぱり技術がいりますね。でもこういうやり方、デジタルだったらもうやり方分かれば、まあ、いわゆる川上さんが前に言ったように、まあ、知識になってる。そうそうそう。それがあれば自分でもできる。知識があれば、デジタルの場合はアナログの時の技術に知識が成り代わってるんで、やっぱ特にスクリーントーンつけるところでこのレイヤーカラーモードが役に立ちますね。そうですね。もう今でもレイヤーカラーモードをオフにしてますけど、あれ今領域の色を表示してるだけです。トーンが今ここに入ってますよっていうのを表示する機能が、どこでだったか俺はもうショートカットに振っちゃってるんでわかんないけど。でもそういうための機能はあるんだ。ありますあります。それこそネットで調べればトーン領域表示、トーン色表示あれは漫画家チャンネルのやり方なんですかね。こういうことができますよ。やり方は検索すればそうね少し軽くどういうようなコンテンツをやってるかはい紹介していただけますか。漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、やってみたり語ってみたりする動画をねいろいろ上げてるチャンネルがあるんで、よかったらそちらもねぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。